はいどうも、シモンです。ついにオリンピックが始まります。そしてスケボーがもう今週末から始まるということで、今もうスケボー業界すごい盛り上がってますよね。てかもう日本中が盛り上がってます。そんな盛り上がってるところで僕も何かやりたいということで今この動画を撮ってます。今回はね、このオリンピックのスケボーの見どころや日本の可能性などちょっと話していければなと思います。ポンポンポンで、話を進める前に重要な報告があります。でれん、なんと来週本が発売されます。これ1年以上ずっと書いてた本なんですけど、ついにこのオリンピックのタイミングで販売が決定しました。この本は7月28日に販売されます。販売場所は結構多いんで概要欄に詳しくは載ってるんですけど、蔦屋さんとか純駆動さんとかマルゼンさんとか、あとセブンネットショッピングさんとかで購入ができます。でセブンネットショッピングさんで購入するとこれに限定ステッカーとかもついてくるんで、それもぜひチェックしてみてください。この本の内容を説明するとすごい長くなってしまうんで、それも概要欄チェックしてほしいんですけど、そうですね、スケボーの本当の魅力とか、なんかそのスケボーの本質がこれからの社会になんかどんなことができるかみたいなことを本当に深掘りして書いてるんで、ぜひスケボーに興味ある方は読んでほしいです。スケボーに関して僕が言いたいことは全部この中にぶち込んでるって感じなんで、ぜひ読んでみてくださいって感じで本編をどうぞ。スケボーがオリンピック追加種目に選ばれて、でオリンピックが近づいてくるにつれて多くの人や取材とかメディアから追加種目にスケボー選ばれたけど結局日本ってスケボーでメダル取れんのとか、どんだけ強いんってことをよく聞かれます。で結論から言うと日本はもうめちゃくちゃ強いです。本当に世界トップなんですよ。でそんだけ言うんやったらほなどんだけ強いねんっていう話なんですけど、例えばですけど先月行われた、ストリートの世界大会では男女ともに優勝。わお。今年の5月に行われた、パークの世界大会では女子が1位と3位を取ってます。スケボーにはストリートとパークがあって、ストリートっていうのは道端にあるようなセクションだから、縁石とかハンドレールとかがあって、それを滑るストリートコースと、あとパークっていうこのスノボーのハーフパイプのようなこの湾曲した斜面を滑るものがあります。でこの2つがあるんですけど、2つとも日本人はすごい強いです。では実際世界ランクを見てみましょう。まず男子のストリートを見ていくと、2位と3位と18位が日本人です。そして、女子は3位、5位、11位、15位、18位が日本人です。もっと下に行くといっぱい日本人いるんですけど、あんまり下まで行くとキリがないんで、15位とか、その辺までで言ってます。でパークの方を見てみると、男子は22位と33位で、女子のパーク見てみると1位、2位、6位、7位、10位、15位が日本人です。めちゃくちゃ強いですね。世界ランク見てもらえば分かると思うんですけど、本当に日本人は強くて、もう過去1年ぐらいの大会もうほとんど全部入賞してます。日本人が。スケボーはアメリカ発祥の文化で、日本に入ってきたのはせいぜい80年代とか割と新しい文化なんですけど、なんでこんなに日本人が強いのか。で僕よくなんで日本人がこんな強いのかって考えてるんですけど、大きく3つの要因があると思ってます。1つ目が日本人の国民性で、2つ目が、競い方に身体的なアドバンテージがないところで、3つ目が、スケボーの環境です。1つ目の日本人の国民性っていうのは、日本人ってすごい、真面目でこの器用で、職人気質がすごいあると思うんですね。でそれがすごいスケボーと相性がいい気がしています。スケボーの大会で勝とうと思うとすごい難しい繊細な技を高成功率でメイクしなければならないんですね。それにはすごい真面目な練習であったり器用な部分が必要になってきます。で日本人はすごいそういうとこが強いんじゃないかと思ってます。ちょっとその強い理由が、アイススケートであったり器械体操と似てると思ってて、器械体操とかアイススケートもすごい繊細な動きが必要じゃないですか。でスケボーもあんなすごい大胆に見えるんですけど、実は本当にもう繊細な動きで1センチずれたら失敗するみたいな、すごい繊細な動きで技が繰り広げられてるんですね。なので本当に毎回その1センチのズレも起こさずに技をメイクする必要があるんですよ。でそんな難しい繊細な技を高成功率でやるためには本当に練習段階でもう何万何十何千万回っていう数を繰り返して同じ技を練習しなければならないんですね。で僕はあんま機械体操とか詳しくないんですけど、多分機械体操とかもそういう技を繰り広げるにあたってすごいそういう練習が必要だと思うんですよ。でそういった器用さとか緻密でもう美的なセンスを磨き上げた結果で
勝てると思ってます。僕小学校の頃はドイツ住んでたり、結構海外旅行いつも行ってたりして、いつもいろんな国のスケートパーク行くんですけど、本当にね、日本人が一番、基礎を真面目に練習してるといつも感じます。でその基礎を練習していることでやっぱり、どんな難しい技も根っこは基礎なんで、その基礎がしっかりしている分、その成功率もすごい高いんですよ。なので、そういう真面目でその基礎をしっかりしている部分が大会の強さにつながってるんじゃないかと僕は思います。スケボーやってる人なら分かると思うんですけど、スケボーの大会は基本ランとベストトリックに分かれていて、ランっていうのは45秒間自由にスケートパークを使って好きな技をする。でそれの難易度とか綺麗さとか、スタイルで評価されるんですね。でベストトリックっていうのは1個やばい技を決めて、それの難易度とか綺麗さで得点をつけられるっていうものです。でこのランも結構なんか日本人と相性がいいなと思ってて、ランってすごい、実は難しくて、なんかこの構成とかが日本人はすごい上手いんですよ。そのパークを自由に使っていいんですけど、同じ場所ばっかり滑っていたり、同じなんか技ばっかり攻めててもバランスが悪くて得点あんまり高くなかったりするんですけど、日本人はなんかすごくうまくパークを全部使っていろんなバラエティのある技をして、そのバランスがいいような構成のランを考えるのがすごい上手い気がします。スケボーの大会で勝つのに必要な成功率だったり、このランの構成であったり戦略っていうのが、そのすごい真面目で器用な部分から来てるんじゃないかと僕は思ってます。で2つ目の要素、身体的なアドバンテージがないっていうところは、シンプルにスケボーってその同じコート内で相手とぶつかり合って戦うっていうゲームじゃなくて、一人でコースを回って得点を稼いでいくっていうゲームなんで、その自分の体に合った技を自由にできるんですよ。なのでバスケとかみたいにこの身長が高ければ有利とか、なんかランニングみたいにこのなんか足が長い人が足が短い人わかんないですけど、なんか有利とかそういうのなくて、自分の体のサイズに合った得意な技をできるんですよ。自分がこういう体型だったらこういう技をすればいいっていうのがあるんで、自分に合った、技ができるってところですね。なのでアドバンテージがないです。で僕の感覚的には、日本人はその自分の身体的特徴をうまく理解して、なんか自分の得意な技につなげれているような気がしてます。で3つ目は環境です。で今環境って言ってみんな絶対日本環境良くないやんって、思った人も多いと思うんですけど、それはもちろんその通りです。スケートパークの数だけを見ても、日本は全国で、確か、公共と、民間のパーク合わせてだいたい200ちょっとあるんですね。一方アメリカ見てみると、アメリカは公共のスケートパークだけで2800以上あります。これを見ただけでも、もちろんアメリカの方が大きかったり人口も多いんであれですけど、1人当たりのパークの数を比べても圧倒的に日本の方が少ないんですよ。なので、環境がアメリカよりいいとは言えないと思います。じゃあなんで僕が環境って言ったかっていうと、これ物理的な環境ではなく文化的な環境っていう意味で言いました。今回ちょっとアメリカだけを取り上げて話すんですけど、スケボーはアメリカで生まれて、すごいこのもともとその社会のアンチカルチャーとかアンチテーゼとして生まれたような文化なんで、すごいこのストリートの文化が強いんですね。一方日本は、その80年代に入ってきて、日本にそのストリート文化があまり根付いてないこともあって、アメリカと比べてまだまだこのストリートっていう文化が根付いてないですね。このストリート文化が日本でうまく浸透してないことこそが、日本が大会で強い理由だと思ってます。どういうことかっていうと、シンプルに大会メインで練習している人が多いっていうことだと僕は思います。特に今オリンピック選手にも選ばれている人とか、すごい活躍している選手っていうのはほとんどが10代で、もうここ最近スケボーを始めた人たちなんですね。でやっぱ新しく始めた人ほど大会のために結構練習してるっていう人が多いんですよ。すごい大会慣れしてるんですよ。なのでストリートを攻めてストリートで成功するっていうよりは、パークで練習して大会で成績を残して、成功していくっていうパターンが、なんか日本ではより強いかなって感じます。実際そういうこともあるので、日本でスケーターとして成功するってなった場合、多分大会で勝つのが一番の近道なんですよ。じゃあ海外どうなのかっていうと、意外と海外ではトッププロも大会に全然出てない人もたくさんいます。スケボーではストリートパートっていうこの自分のなんか凄技を集めて一本の映像にして世の中に出すっていうなんか作品を出すみたいな感じの文化があって、結構海外ではねそれで有名になったり、あとはSNS で有名になったりする人が結構いるんですよ。で、日本でもそれが不可能ではないんですけど、やっぱ海外と比べて
難しいってところがあると思います。何が言いたかったかっていうと、海外ほどそのストリートで成功していくっていう道があまり、ないので、大会で成功するしかないと。大会で成功していくのが一番の近道なので、大会のために練習している人口が多くて、結果としてすごく大会強くなったんじゃないかって僕は考えてます。これすごい面白いなと思って、そのストリートっていう文化が浸透してないからこそ大会強いみたいな。なので今回のオリンピックでも僕は日本人がバンバンメダル取ると思ってます。でそれの影響でスケボーを始める人がめちゃくちゃ増えたらめっちゃ嬉しいんですけど、ぜひこれから始める方にもそのオリンピックとか大会だけじゃなくて、そのスケボーの楽しみ方は本当みんな自由であるべきなんですけど、僕的にはやっぱその自由の象徴っていうスケボーのコアな部分を理解した上で、いろんな方法でスケボーを楽しんでほしいって個人的には思ってます。なので今回の動画ではオリンピック前になんで日本人がこんなにスケボー強いのかっていう僕なりの考えを共有させてもらいました。でこれからオリンピックでスケボーがあるんですけど、スケボーようわからんわって人のために、どういうとこが見どころかって説明すると、シンプルにね、決勝とかまで行くと次の技成功すれば勝利みたいなその瞬間があったりするんですよ。なのでその盛り上がり具合を楽しんでもらえればなって僕は思います。結構スケボーってね、他の競技と違って失敗が結構当たり前にあるんですよ。もう失敗して全然普通みたいなとこがあるんで、その最後の瞬間、これ次失敗か次成功かみたいな、成功したら勝てるみたいな、そういう瞬間が来るんで、そういう瞬間にみんなでウェーイって盛り上がる部分が僕はすごい好きなんで、そういうところ楽しんでもらえればすごいいいかなって思います。って感じでオリンピック皆さんで盛り上げていきましょう。では今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よかったら高評価、コメントとあと登録お願いします。で僕オンラインサロンやってて、いつもオンラインサロンでは、スケボーの情報発信したり、あとみんなでコミュニティで集まって練習会したり、プロジェクトやったり、いろいろやってるんで、ぜひチェックお願いします。でライトペアでは、ちょっと今緊急事態宣言中でやってないんですけど、個人レッスンもやってるので、それもチェックお願いします。ではまた、次の動画で会いましょう。See you!